こんにちは、みえこです。今日はね、昨年から作っているキルトケットのパターンがあるんですけども、その中で簡単にできるパターンを使って作品をご紹介しますね。布のサイズによってパターンの大きさが変わるので、お好きな大きさでこのパターン作ってくださいね。これたくさん作ると可愛いんですよ。一番簡単にできるカバンかなと思って作りました。だから初心者の方にはちょうどいいかもしれません。それでは作りましょうね。まず四角く布を切ります。これね、4枚同じ色で用意して、緑色のが中心の布ですよ。これを2枚合わせて縫います。もう一度赤い布と緑の布を縫います。次ね、今度はこれね、印のついているところ縫います。もう一度同じように縫います。で、このようにできたら布を折ります。赤い布が四角く見えるように折ってくださいね。それで4箇所布の端に針を留めます。で、これね、大きさいろいろあるので、お好きな大きさで作ってくださいね。で、今回私は一番大きいのは使わなかったです。そしたらキルト綿用意します。これは小さいカバンも大きいカバンも同じ大きさですよ。小さいカバンはこれを半分に折ります。大きいカバンはこれを2枚使います。で、だいたい布の配色を決めて、それから縫います。大きさ自由にします。縫い代1センチです。
布はキルト綿より1センチ大きくしてくださいね。で、模様が少ないと後で配色が楽ちんになります。で、ちょっとだけ濃い色を入れるとそこがポイントになって、それもいいですよ。はい、このようにできたら縫い代の部分にステッチします。もちろん手縫いで縫ってもいいですよ。このようにできたら次、半分に折って印をつけます。これね、さらに4等分にしたのは持ち手の位置を確認するためですよ。それでは持ち手作ります。布の端を使いました。で、キルト綿を挟んでステッチしましたよ。持ち手を挟んで裏布をつけます。でね、裏布は画面向かって右側と底に縫い代よりちょっと大きく出ていますよ。後で布を隠すために使用します。ちょっと見えてないですね。その後作ったパターンをこのように配置します。自由に配置してくださいね。少なくても多くてもいいんですよ。で、針で留めて縫います。まずはカバン入れ口にステッチします。続いてこの置いたパターンにはブランケットステッチしました。なので手縫いの人もブランケットステッチでもいいですし、祭り縫いでもいいですね。で、これ全部縫いますよ。そしたらこれね、このように合わせてキルト綿の端を縫います。これね、このように印の線を描いてから縫うと縫いやすいですね。で、この後余分な布をカットして布の端を隠します。
そしてこれね、マチが必要な時はここ2センチぐらい折って縫いましたよ。マチいらない時は縫わなくても大丈夫ですよ。はい、完成です。簡単ですね。次はちょっと大きいカバン作りますよ。これね、2つに折ったけど、これを折らないで大きいままのサイズですよ。でこれね、布2回しか縫ってないんですけど、アプリケするのでこれでも大丈夫です。中心に印をつけて、もう一度先ほどと同じように持ち手の紐をつけます。大きいカバンはちょっと長い紐ですよ。間に挟んで、また裏布を縫います。で画面右側と底に裏布が出てますよ。ちょっとそこ見えてないですね。でまずはカバン入れ口から縫います。縫い終えたら針で留めて、またパターンを置いてステッチしますよ。まずはカバン入れ口に最初にステッチします。次はパターンをブランケットステッチで押さえます。そして2枚合わせて仕立てます。横ね、まず最初に両サイドを縫います。続いて布の端を隠します。そして最後に底縫います。そして底の布の端を隠します。はい、完成です。裏も使えそうですね。はい、できました。キルト綿のサイズを変えたらいろいろな大きさに作
作ることができるので、ぜひ作ってみてくださいね。カバン、大きいのと小さいの完成したので、今日の動画はここまでです。最後まで見ていただいてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょうね。またね。